はい、グラスホッパーやっています。今日結構ビギナー向けなんですけど、こんなものを作りながら波打たせんのってどうやんのとか、あとはこの角度を徐々に変化させるやり方どうやんのとか、そんなんやってきます。結構グラスホッパーでよく使うというか、徐々に変化させたり波打たせたりなんかいろいろやると思うんですけども、その辺でよく使うんで、はい、結構ビギナー向けの動画になっております。はい、ということでやっていきましょう。で、まずとりあえずボックスを作り、複製します。X 方向に複製しまして、はい、こんな感じ。今 X 方向に50個複製しました。じゃあまずとりあえずこいつ波打たせてみますか。で、どうやるかというと、まずリストレングスを取得して、サイン波使っていきます。三角関数使っていきます。ですね、レンジ、まずね、角度のリストを作っていくんですけど、今これ値、キューブが50個あって、50個の角度のリストを作っていきたいんですけど、まずこうして、0から 2π までの角度のリストを作りたいですよ。で、これ多分51個出てきちゃうんで、エクスプレッションで x-1 ってやると、はい、今これ0から 2π までの範囲をレンジコンポーネントで、分割してますと、均等に。なのでこの0から 2π までの、50分割した角度がこんな感じで、取得できています。で、これをサイン波につなげてあげれば、0からマイナス1までのこんな感じのサイン波が取得できると思うんで、これに基づいて、移動させてあげる。ただサイン波は0からマイナス1の範囲を返すので、振幅をかけてあげる。これでマイナス3から3までの値になったので、こいつで動かしてあげればいいんじゃないでしょうか。はい、はい、波打った。で、こんな感じ。はい、こんな感じで波打たせていっております。振幅を動かすとこんな感じかな。はい、これだけ。じゃあちょっと最初に見せたやつに近づけたいので Y 方向にも、アレイしていきます。これリクタンギュラーアレイっていうのもあるんですけど、ちょっとブランチの構造の都合上ちょっとこっちでやっといた方が楽なんで、今こっちでやってます。はい、これをこうするとどうでしょうか。はい、波打った。OK。汚いな。やだな。まあいいか。で、今度は今 Y 方向に向かって波打たせたんで、今度 X 方向に向かって波打たせていきたい。
なのでこのフリップマトリックスで、行と列を、入れ替えてあげて、これと同じ処理をかけていけば、よいしょ OK なはず。OK。 まあそうですね。はい OK です。これそのままダメですね。意味合いがちょっと変わってくるか。はい、こんな感じで、今度は角度を徐々にこう回転させていきたい。はい、これをやっていくんですけども、一緒なんですよね。実はほとんどやってることは今やったことと、どうやるかというと、一度消して、ここに処理を書いていきたいんですが、またですね、角度のリストを徐々に増えていく角度のリストを作成しまして、0から 2π にしましょうか。いや、0から π にするか。180度回すか。イメージ的にはこの最初のキューブが0度で徐々に進んでいって、最後のキューブに行った時に180度回りきるみたいなものを作っていこうと思います。で、これでローテートしていけばいいんですけど、中心はキューブのセンターで XZ 平面に、つまり Y 軸周りに回していくことにしましょう。これをこうやってつなぐと、こっち方向に行っちゃってんだ。今これが、この最初のキューブが0度で、この一番最後に180度回りきるような感じ。こんな感じ。はい。で、これをこの回したやつをさっきのフリップマトリックスにつないであげて、はい。で、今度は今こっち方向に向かって Y 軸周りに回転させたんで、今度は X 軸周りに回転させてあげたいんですけども、はい、一緒です。コピペしてと、こうして、で今度は X 軸周りなんで YZ 平面かな。はいこう、はい、できた。ここが0度で、こっちか。ここが0度で、Y 軸周りで X 軸周りか。X 方向に進んでいくにつれてどんどん回転していって、最終的には 2π 回っていくみたいな感じ。これでこう、はい、それだけです。なんかよく徐々に変化させてたり波打たせたりしてたら、多分こういうのが使われてるという話です。で、最後ベイクして、はい、こんな感じです。という感じ。
それだけです。おしまいです。